アメリカの物価がとんでもなく高いんです。なんでも高いアメリカになっちゃったんで、友達にアメリカまでいらしていただきました。涼介とケイちゃんです。はい、アメリカへようこそ、テキサスへようこそ。テキサス大好きです。ありがとうございます。今日はもうテキサススタイルでやらせていただいてます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。最近できたばっかりの星ジャパニーズカフェの中から配信させていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そう、星でめちゃくちゃす。したかった。いや、よかった。ありがとうございます。涼介とケイちゃんとの付き合い、特に涼介との付き合いはもう最初は6年、7年ぐらい前だったのかな。当時のアメリカと今のアメリカの中で、違いがいろいろあると思うんですが、めちゃくちゃありますね。かなりその中で一つ目立つのは、物価の上昇、物価の高いインフレーション、インフレ。7年前と比べてあるのは、円がこうなっていることにドルはこうなっている。ドル建てで買うものが全部高くなっているからこそ、日本から来られた日本人から今のアメリカの物価を見てどう思うのかということをちょっと聞いてみたいなと思いました。何でも聞いてください。はい。まずはもうこんな辛い中ではアメリカに来られた。感謝です、アメリカ人として。嬉しいです。僕らは楽しく来てますよ、もちろん。でもアメリカ人としてアメリカに住んでる、ドルでお金稼いでるアメリカ人としても今のアメリカの現状、物価、日本からもっともっと来ていただきたいんだけど、高いからあんまり簡単には言えないところがあると思うので、よくは海外に行かれる2人、アメリカにちょこちょこ来るお二人、今のアメリカを見てびっくりしたところをいろいろちょっと聞かせてください。スティーブがね今言ってくれた通り、僕ら初めてお会いしたのが、正確に言うと多分5年前ぐらいだと思うんですよ。でその時と比べてまず物価のことを結論から言うと、もうね上がりすぎてびっくりしてる状態ですね。でもちろんその物価についてアメリカのインフレがバーッとあって、物価自体がスティーブが言う通り上がってる、プラス僕らみたいな日本人観光客、ここにとっては円で稼いでる、給料を円でいただいてる中で、この状態で今アメリカに来ると円安の状態がもうすごく響いてる。ダブルパンチだよね。そうですよ。ダブルパンチ。2倍になっちゃってる。で、しかも今ちょうど僕らよかと話してますけど、昨日もスティーブに言った通り、今レート換算したら160円になってると。160円。そう。で、多分初めてお会いした時が多分110円とか。一番理想のところじゃないかと思うんだよね。110円前後が一番いいんじゃないかと私は思います。だからドルのこう換算に関しても、大体100円ぐらいでやっとけば、2ドルだったら200円です。今の感覚で、2ドルとかっていうともう300円になってるという感覚。この時点でもうねダブルパンチで高いですけど、何よりもやっぱ驚くのは、もちろん円安はそうだけど、もう物価自体、アメリカのその全ての物価自体が上がってしまっているですよね。で、一番僕はちょっとびっくりしたなと思ったのは、ガソリン代がちょっとびっくりして。驚くんだよね、ガソリン代が。カリフォルニアに行かれたお二人、普通のレギュラーガソリンって1ガロンあったりは、1ガロンがね今5ドルぐらい、5ドル近くまで上がってる。5ドルですよ。5ドルっていうのはちなみに700、800円ぐらい。そう、800円もう超えるぐらいな感じですね。のガロンでめっちゃ高いって。不思議なのは、多分初めてお会いした時に、日本の燃料が高いという全世界とアメリカ人から見て、俺も日本にいたらそれ1リッターは100何十円っていうのはめっちゃ高いんじゃないかっていうのは頭だったんだけど、安いもんだよ今日本のガソリンが。変わったんだよ180度。当時だからスティーブとお会いした年に僕アメリカの横断もしたんですよ。キャンピングカーで横断とかしてて、ガソリン代すごく使うじゃないですか。だけど事前に計画してたよりも、うわガソリン代安いと思って100円なんかリッター超えないから、日本のガソリン代って高かったんやってその時思ったんですよ。でアメリカってもちろん州によって値段がね全然違うから、例
例えばその当時テキサスとか、それこそユタ州とかそっちの方に行ったら、1ガロン 1.8 ドルとかやったんですよ。そうだよね。1.8ドル。80セントこれリッね。ターじゃないですからね。3.6リッターぐらいで 1.8 ドルだから、当時のねレートで換算したら、本当50円リッター50円とか60円。日本の半分ぐらいの感覚だったのかな。本当に半分ぐらいの感覚だから、なんかしかもプリウスとかでも横断縦断したことあるんですけど、全然ガソリン代かかんないプリウスでね。そう。だけど今で言うとね、言った通りそのねリッター200円ぐらい超えてる状態なんで、これだけでも3倍とか。びっくりするでしょ。まずはどっかに旅したい。じゃあガソリン入れなきゃいけない。もう数十ドル、70ドル、80ドル、100ドルになる。今の100ドルと当時の100ドル、1万6000円と1万ちょいの違い。60% の違いなんですよね。60%。大きいよね。かなり大きいと。わお。じゃあ燃料は確かにね、目立ちますよね。スーパーとかいろいろもう食べてる中で、日本食もアメリカで食べたんだよね。たくさん食べてる。はい。ぜひ聞かせてください。3日前ぐらいにね、ロサンゼルスに着いて、私も撮影で、ソーテル、リトル大阪っていうところに行って、私も大阪に16年いたんで、やっぱお好み焼きを食べたくて、お好み焼き屋さんに行って、新竹林っていう広島発の、でそこで食べたなんかブロッコリーシュリンプが乗ったお好み焼き、日本にないやつを頼んだら、全部お会計終わったらそれだけで4000円。4000円1枚28ドルとか27ドルぐらいのもの22ドルで、多分チップタックスなんだかんで30ドル近くなって4000円を超えるぐらいのお好み焼き1枚日本だったら500円1000円ぐらい1000円のものがそれの3倍4倍びっくり。気軽にこう日本食は食べれん。僕はつけ麺食べましたけど、つけ麺と隣のチャーシューみたいので6000円しました。6000円のつけ麺だよ。6000円で日本では考えられないって。考えられない。もう食べれないんだよね。でも今これはアメリカで仕方なくそういうのは食べたいのであれば、だってラーメンでもニューヨークでラーメンを食べられたことあります？ニューヨークで一風堂も行きました。一風堂ね、美味しいんだよね。一風堂美味しいです。行列すごいんですよ。そう行列がね。人気ないとかじゃなくて、高くて行けないとか全然こっちの人じゃなくて、みんなむしろ行きたい。僕も入るまでに40分ぐらい並びました。40分並んで待ってた。で40分並んで食べて会計したら5000円でした。5000円のラーメンライスとラーメンセットみたいのでチャーシューとか5000円ですよ。でも今でもあの辺のニューヨークじゃなくても、テキサスでもまだ物価がちょっと安いテキサスでも20ドル前後のラーメンっていうのはもう普通になってきたんだよね。当たり前ですよ。当たり前になってきた。本当悔しいけどね、高すぎるって、特に日本的な頭で面白い話があります。先日うちの大判焼きも売りに出したんですよね。でアメリカ人から見ると安いっていう3ドル台の方、日本から来られたばかの日本人から見て、大判焼きだ、いいな、おいくらですかって、1個は3ドル50セントです、高いって言われ、多分その人も言うつもりがなかったんだけど、あんまりにも驚いて、百数十円で1ドルぐらいで買えるもの3倍4倍近くの値段になるっていうのは分かる。気持ち分かる。ショック受けます。特に日本に住んでたりとか、日本の値段を知ってる状態でこっちに来ると、そのやっぱりこうギャップがやっぱあるから、日本だったらこれで食べれるのになんでこんな高いのってなっちゃうのはめちゃくちゃ分かりますね。ですよね。だからってほら食べなきゃいけないわけだから、我々人間だから、もう少し住みながら慣れてくるともう手上げしかないんだよね。食べないのか、それかもう苦しいけどもう食べるしかない。でもやっぱり選んでくるんだよね。食べたいものが食べれないっていうのはちょっと残念だよな。そうですね。日本に行っちゃえば全部3分の1ぐらいで食べれちゃうよって。食べれちゃうよ。しかももっと美味しくて、ラーメンとかの種類が多くて、飛行機代、ホテル代含めて日本に行って食べて帰ってきた方が安いかもしれないよな。飛行機も含めてね。飛行機代も含めて、なんか1週間通してもう好きなようなもの食べてきた方が安く済むかもしれない、今の物価が。だからこそ僕は日本が素晴らしいと思ってます。もうね、あれだけその安いって言われてるけど、あれだけのクオリティを
あの値段で出せてる日本人は素晴らしいし、こっちで確かに僕は高いなってすごい感じるけど、その世界中僕80カ国行ってきて、日本食が安く売られてるとこ見たことないんですよ。でどこ行っても日本食っていうのは高く高級っていうブランディングができてるのは、僕は日本人としては誇り高いです。もちろんね、僕行くのは辛いけど、5000円とか6000円ラーメンがちょっと高いなって思うけど、でも日本イコール高級ラグジュアリーブランドっていうことが食べ物の中でも車の中でもそういうところがあるのは、日本人としてはそれ嬉しいめちゃくちゃ嬉しいだよね。だからなんかもちろんね、食べるのは辛いけど安く売られてるよりはこうやってみんなから愛されて、やっぱテキサスに来てもみんな寿司とか、で僕らテキサスのホテル泊まってる時もちょっとじゃ日本から来ただろうって、寿司食べたみたいな言ってたよ。テキサスってね、もともと和食とかもすごい不毛な地だったじゃないですか。だけどこうやって日本食が入ってきて、みんなから愛されてるっていうのは嬉しいことではありますけどね。でも高いよね。嫌なのはこう元アメリカに来られた涼介とケイちゃんみたいにアメリカに来て考えずに楽しくエンジョイしてもらいたい。それできるように今の物価がここまで高くなるとやっぱりお金がね、超お金持ちじゃない限りは考えちゃうんだよね。子供さんがいないんだけど、例えば子供連れの家族を、お金がない限りはなかなかパパディズニーランドに行きたいって、ディズニーランドは相当お金かかると思うよね。めちゃくちゃかかります。めっちゃ何千ドルとかのなんだかんだって考えちゃうんだよね。あれしてこうしてなんだかって、これはアメリカ人としてあんまり嬉しいことではないです。別に物価が高いから我々はもっと儲かるとかもっとお金になることじゃないんですよ。自分たちの生活も苦しくなってるし、スーパーに行くたびにうちの奥さんはもう卵、牛乳、もう燃料、何でももう高い。去年もう2年前と比べてもう倍までは上がったものもあるので苦しい。全然ハッピーな人がいないと思う。日本好きなアメリカ人としてもっと日本からもう来てもらいたい。なかなか来れない現状も理解できるけどね、難しい。これはもう俺の力でどんどん叩いてもう潰してもっと値段が安くなることをするしかない。だって本当は考えるとさ、人生って何でもそうなんだけどバランスが必要だと思うよね。今の日本の円安とドル高、この状態じゃないですか。これ、ダメ。アメリカ人は日本に行ってやりたい放題です。もう何でもできる。安いから。日本人が同じくアメリカに来てエンジョイできるって同じレベルっていう話ではないんだよね。高いから。これもうちょっとバランスが必要だ。本当はね、アメリカ国内ではさっきの話の中で日本食を食べたい。お好み焼きとかああいうのは4000、アメリカ人に紹介したいんだけど、20何ドルとか30ドルのお好み焼きなんかはもう自分からも元の値段が知ってるから進めにくいんだよね、アメリカ人に。そういう時代になっちゃった。でも日本に来てないアメリカの人とかは実際の日本の値段多分知らないから、この値段に納得してるから、日本人経営者とかがこっちに来てそれで稼げるようになるといいなとは思うんですけど。になればいいんだよね。ただ元の材料が高いから別に今ボロ儲けしようとしているわけではないので、規制価格で高くなっちゃう。そうなんですよ。物価自体がもう高い。物価自体ね、一時賃金とかも保険とかも何でも高いアメリカの中で、なんだかんだってお好み焼き、おにぎり、大判焼き、日本で安く食べられるようなものがアメリカになると上がっちゃうんだよね。とにかく我々はもっと頑張らなきゃいけないよな。もう頑張りましょう。頑張りましょう。楽しく頑張るしかない。人生楽しくやるしかないんで。日々前進、前向きで、ね、サムズアップ的にやっていきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録してあげてね、2人すごい面白いチャンネルやってるし、日本愛とアメリカ愛とリスペクトを込めてもう2人でチャンネルやってるので、もうおすすめです。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあまたテキサスはまだあと1日あるので、いろいろまた回って楽しいことをしましょう。テキサス大好き。よろしく、ありがとう。それ嬉しいです。そう言っていただけるとサムズアップですね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。
はい、日本からりょうすけくんが来てまーす。サムザーありがとうございます。星カフェに来てもらいまして、昨日大判焼きを食べてもらって、今日はおにぎりコースでめちゃくちゃうまい。日本のおにぎりよりうまい。あ、本当ですか。さっきはね、鮭を食べてもらったんだよね。めっちゃ美味しかったです。で、奥さん、ケイちゃんは何食べたっけ？ツナマヨ。ツナマヨ。はい、ケイちゃん。はい。今ね、用意させてもらったのは、唐揚げと、すき焼きビーフのおにぎりです。テキサスサイズのものです。どうぞよかったら食べてみてください。日本のおにぎりとなんか違いがあるのかな？いただきます。はい、どうぞ。めっちゃくちゃわあ、どうすか？涙が出る？涙出ちゃう。本当に？めちゃくちゃうまい。マジですか？めっちゃすき焼き。でも嬉しい。すき焼きや。玉ねぎも入ってる。っていうか具材入りすぎ。入りすぎですか？入りすぎ。アメリカなんだから何でもちょっと過剰です。もう奥までは奥ないと。めちゃめちゃうまい。美味しい。本当に美味しい。イエーイ、サムズアップ出ました。日本人にこんな評価をねしてもらって、アメリカ人もめっちゃみんな食べて美味しいって言ってくれてます。Guys, the best onigiri in town in all of Texas, possibly United States. I was just told by my friends here from Japan they are enjoying it. Thumbs up to great onigiri. Please come by Hoshi Cafe 3304 Court Road in Plano, Texas for the best taste of Japan right here in Texas. Ever. Thumbs up, guys. Thank you.